皆様、本日はですね、こちらのホタテいっぱい、またホタテこちらを使ってホタテユッケ丼作っていきたいんですけれども、僕たちはバーナーがあるのでちょっと炙ろうかなと、炙りホタテユッケ丼にしようかなと思うんですけれども、もちろんバーナーがなかったら炙らなくても大丈夫ですし、普通のユッケとして食べても全然美味しいです。これね、皆さんお好みでね。で、一応僕たち使ってるバーナーはニトリとかに売ってるので、もしねしたい方がいらっしゃればニトリまで行けば多分買えると思います。で、今回使う材料はもちろん貝柱、ホタテの貝柱にごま油、みりん、醤油で、あごだし、こちら少し少々ね使います。で、あとコチュジャンとニンニク、あとこちらのブラックペッパー使っていきたいと思います。で、もちろんニンニクはチューブでも大丈夫なんだけど、今回は一応こちらすりおろしたいと思います。で、今回基本的に炙る時もバーナー使うので、包丁とか特に使うことがないので、見てこれめっちゃ簡単で、今回はこちらのねホタテサービス品だった。2つ買いました。まずこちら水洗いします。ではこちらの水洗いした大量のホタテに味付けしていきます。まずお醤油大さじとりあえず2でいこうかな。2、みりん、こちら大さじ1なんですけれども、今回普通のこちらのみりん使ってるんですけれども、もしお子さんが食べる場合はアルコール分飛ばしたりとか、あとお酒使われてないみりんとかもあるので、そちらをご利用ください。普通に大人の方が食べるだけだったら普通の、もうアルコールを飛ばさず普通のみりんで大丈夫です。みりん大さじ1、ごま油こちら大さじ2、あごだしこちら小さじ1杯、でこちらにコチュジャン、こちらコチュジャンを小さじ2杯ほど。コチュジャンだけだとねそんなに辛くはないので、はい、ありがとうございます。そしてこちらニンニク、今回は約2かけ分ぐらいですね、でこちらチューブでも大丈夫です。生の方が香りが強いよっていう。はい、ではこちらをとりあえずちょっとまず軽く混ぜ合わせる前に、そうだ忘れてた、ブラックペッパーもうこの段階で軽く入れます。はい、ではこちら混ぜ合わせていきます。このねコチュジャンがよく溶けるようにつゆに、でニンニクもなじませてあげて、もううまい。一番好きな料理になるんじゃない？最高だよ最高だよこれマジで。コチュジャンがよく溶けて、このタレとホタテがなじめば、もう基本的には仕込みは完成なんですよ。で、今回ボウルでやってるけど全然ジップロックの中とかでもいいからね。しっかり揉み込んだら、この状態で約15分から30分ほど漬け込んで味をなじませます。はい、ではこちら今約30分ほど漬け込んだホタテなんですけれども、あとはもうご飯と黄身と海苔を準備してください。でまず刻み海苔をご飯に少々、もう海苔のいい香り、これくらいでいいかな。そしたらホタテ持っていきます。でもホタテいっぱいあるからもう目いっぱい入れよう。で一応ね真ん中に卵を置くことを考えて1個くぼみを作って、じゃあこんな感じでホタテをいっぱい盛ったら、で本当はもうこれに黄身だけでもいいんですけれども、今回僕はねこちらのバーナーで少し炙ろうと思っておりますので、もう本当生で食べれるやつなんでちょびっとだけ炙ります。もう少し焦げ目がつくかなぐらいでいいです。
はい、これくらいでちょっとだけね焦げ目がついて、じゃあ最後ここにごまを少々、ごまを振ってブラックペッパー、センターに黄身を、こちらでホタテユッケ丼完成。炙りホタテユッケ丼だね、完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。今日はやっぱりこうちゃんからでしょ行きましていいですか？はい、行きましてください。行きまして。じゃあちょっともういきなり卵割ろうかな。まず食べてみたい。1個とりあえずは。じゃあ普通のちょっといただきます。やっぱちょっと炙ってるから、ちょっと上の身は少し硬くなってて、弾力があるってことでしょ。でもね、中はもう生。めっちゃうまい。ちょっと待って、ちょっとご飯と一緒にかき込んでいい？いいよ。じゃあちょっと全部落ちていく。待って、じゃあちょっといただきます。どう？嬉しそう。これはもうこうちゃん大好物になるんじゃない？うんまい、甘い、辛いんだけど引き立つってことだよね、甘さがね。ホタテの甘さ、もうちょっと食べてマジでやばい。ちょっとじゃあ僕もいただきます。超うまい。ちょっと何炙ってるからそのタレの香ばしさもあるし、この辛みとこのホタテの甘さがめっちゃやばい。超やみつき。うまい、マジでうまい。これはこの料理は本当ホタテに合うね。でちょっとねタレが多めにかかってるところってさ、やっぱこっちらでも少し辛いじゃん、そこを黄身と混ぜ合わせることによってもちょっと黄身ごと いただきます。だって俺ホタテ料理の中で一番好きかもしんない。マジでうまい。またこれ海苔引いて正解だね。うまっ。あと最後にさ胡椒ちょこってかけてるのも効いてるね。あとはね何もどんどん出てくるんだけど、この味付けが完璧。こうちゃんの超うまい。めっちゃうまい。本当にめっちゃうまい。でそのみりんも全然アルコールは感じないよね。めっちゃ美味しい。いやでもこれ生の部分もすごい美味しいね。ユッケの中ではダントツ一番だわ。俺全然正直牛肉のユッケよりも好きよ。全然俺もこっちの方が好き。この味付けにすごい合ってるのと本当に、やっぱさホタテってさ魚介の中でもさ全く臭みがないじゃん、そこもすごいいいよね。うまい。マジでもうあっという間になくなったんだけど、いや今日さ正直さいつもよりさちょっとホタテ多めに買ったじゃん。全然余裕で食べきれたね。余裕よ。まだ欲しい、まだ欲しい。めっちゃ美味しい。ホタテはマジで無限に食べられる。これはめっちゃ美味しい。すごかった本当に。ということで、本日はですね炙りホタテユッケ丼をねこうちゃんに作っていただいたんですけど、僕がその今まで食べてきたホタテ史上一番美味しい料理だと本当にもう自信持って言えるぐらいマジで涙が出るほどうまい。これは本当に一回食べたら次絶対に食べたくなるし、お店とかに行ったらそのお店通うレベルで今回の料理はマジで美味しいです。本当に今までも本当に美味しいんだけども群を抜いて超おすすめ。こうちゃんどうだった？余韻に浸ってる。余韻に浸ってる。本当に美味しかった。やっぱこの辛みのあるタレ、やみつきのなるタレ、こうちゃんが作ってくれたこのオリジナルタレなんですけど、それとその甘みのあるホタテの相性も抜群だし、やっぱ炙ってるところとその炙ってないところのこの弾力のある部分とそのとろっとしてる部分がめっちゃもう相性抜群で美味しいんで、食感も楽しめるし、本当におすすめ。めっちゃ美味しい。
めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。とても簡単でね、お手軽にできる料理だと思うので、ぜひ皆さん刺身用のねホタテを買った際は作ってみてください、はい、ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。それじゃあまたね、バイバイ。